皆さんこんにちは。チームつみの神宮和明です。この度グルーマニア2020オンラインエディションにおきまして非常に光栄なことにベスト印象をいただくことができました。今回その感謝の気持ちも込めまして私のミニチュアシュナウザーのグルーミングの仕方をビデオにてお伝えしたいと思います。皆さんぜひ楽しんでください。今回のビデオ撮影にあたりましてトランスグルームからたくさんの商品をご提供いただきました。そしてグルーマニアのハンドストリッピンググループのスポンサーでありましたザ・センチネルからたくさんの素晴らしいナイフもご提供いただきましたので、今回はこちらのナイフを中心に使ってハンドストリッピングをしていきたいと思います。そしてハサミとコームはもちろん内海の商品を使って行いたいと思いますので、ぜひご覧になってください。それでは実際にグルーミングに入る前にその注意点をいくつか述べておきたいと思います。まずバランスにおいてはシュナウザーは体高と体長の等しいスクエア犬種になります。ですが今回のモデルはこの体高よりも体長の方がやや長いタイプとなっておりますので、ハンドストリッピングされたコートや足の飾り毛の作りによって少しでもスクエアに見えるように、胴を短く見せられるように、スタイリングしていきたいと思います。そしてその表現においては、少しでもシャープに見えるように鋭い表現になるようにしていきます。そうすることによって知性の高さや、敏捷性ですとか品の良さを表すことができます。そしてカットの手順なんですが、まずクリッピングから入ります。ハンドストリッピングから入ってもいいんですが、私の場合なぜクリッピングから入るかというと、シュナウザーはこのフロントの部分とお尻の部分はバリカンで刈ってしまいます。ですのでまずクリッピング部分を刈ることによって犬の体長をはっきりさせます。その上でどの程度の首の太さにしたらいいのか、腰の落とし具合をどのぐらいにしたらいいのかというのをそのスクエアのバランスにのっとって考えていきます。そしてクリッピングが終わったらハンドストリッピング、コートを抜いてその後にブレンディング、クリッパー部分とハンドストリッピングの境目をすきばさみを使ってブレンディングしていきます。そして最後に足やお腹、眉、ひげといった飾り毛をカットして仕上げていきたいと思います。それではまずクリッピングから入っていきます。クリッパーの刃の長さは 2mm ぐらいの刃でいいかと思います。まず喉から刈っていきます。科学の喉の下、ここですね、ここに触毛があります。そして口角の後ろ側にもここにも触毛があります。この触毛をつないだところから胸骨端までを毛脈の幅で、毛脈というのはこの毛の流れ、毛流がぶつかるところですね、そこの幅で長方形に刈っていきます。毛の流れをしっかりと見極めながら逆反りにならないように気をつけて、まずここは波で刈っていきます。このような形です。そしたら次にチークです。チークは目尻の位置の 5mm か 1cm 後ろ側から耳甲に向けて刈っていきます。そして目尻の 5mm か 1cm 後ろのポイントと先ほど刈った口角の後ろのこの触毛の位置、そのラインをつないだところからサイドネックの毛脈の位置までをまた波反りしていきます。この時に眉毛やひげを刈ってしまわないようによく前に移動して
刈るようにしてください。しっかりと毛流が後ろに向かってそこから上に向かうところまで、サイドネックの毛流がチークの毛流がそのままこう上に向かう毛、それは全て刈り取ります。後ろから前に流れて上に向かう毛は抜きます。その境目をしっかりと間違わないようにしてください。でしっかりと耳の手前まで刈っていきます。そしてさらには一度波で刈ってから頬骨の一番張っているところだけを逆剃りします。これで少しでもチークが張って見えないように平らな頬に見えるようにしていきます。これと同じことを反対側もやります。それでは反対側も同じように目尻の5ミリか1センチ後ろのポイントと口角の後ろの植毛をつなぐラインからサイドネックの毛脈までを刈っていきます。このようなラインになります。次は前胸です。前胸はまず胸骨端のポイントと、そして足の付け根。足の付け根は肘関節の指1本上のライン。この指1本上のラインを足の付け根として、その付け根の足の内側の付け根ですね。このポイント。ここをつなぐ三角形を残して前胸部分を刈ります。この時にしっかりと肩端が見えるように刈って、サイドが刈られないようによく注意してください。刈るのはあくまで前面のみです。それでは刈っていきます。毛の流れをよく見ながら注意して毛流に沿って刈っていきます。この時に左右のクリッパーのラインがしっかりと左右合うように刈ることが大事です。側面は刈らずに前面だけ、そして肩端がちゃんと見えるように刈っていきます。まずはここまで刈ります。そしたら次にこの前胸の三角形に残った飾り毛をバリカンの刃を中心に向かって逃がしながらなじませていきます。中心部分を刈ってしまうと真ん中は毛の流れは上に向いてますので剥げてしまいますので、この中心部分は刈らずに取っておきます。時々コームで溶かしながら三角形のままゆっくりと内側に逃がして飾り毛をそぎ取っていきます。これでフロントのクリッピングが終わりました。それでは今度耳をクリッピングしていきます。まず耳の前を刈り取ります。耳の前には毛流が前を向いているこの半円形の箇所がありますので、ここは全て耳として刈り取ってしまいます。そして耳の後ろですね、耳甲に親指を入れて鼻先の方に引くと
耳の軟骨部分が出てきますので、その部分を刈り取っていきます。つながりとしてはサイドネックの毛脈の位置からそのままつながっていくような形です。で、今回この子は前回のトリミングから4ヶ月経ってまして、非常に長く毛が伸びてますので、最終的には坂で刈っていきたいんですけれども、先にざっと波で荒刈りしようと思います。はい、そうしましたらラインを改めて耳の付け根で取っていきます。この時に深く刈りすぎないようによく気をつけてください。あくまで耳が立っている時にラインがきれいに見えるように。耳の縁や耳の先端側に関しては波取りでいいと思いますが、それ以外は坂で刈っていきます。耳の内側も同じように刈っていきます。耳の内側は軟骨がデコボコしてますので、しっかりと皮膚を張って凹凸を少しでも少なくしながら刈っていくようにするときれいに刈れます。耳を支えている方の手でしっかりと支えて、バリカンの刃の下側に常に指があるように注意してください。支えがないとペラペラしてしまってきれいに刈ることができませんし、危険です。これと同じことを反対側もしていきます。それでは先ほどと同じことを逆側でやっていきます。これで反対側も刈れました。クリッピングのラインがサイドネックの毛脈から耳の付け根のラインに向けてつながっていくように刈るよう心がけてください。続いて後部のクリッピングに移ります。まず尾端と尾根、つむじ、そしてつむじとホックのおおよそ中間点、ここを結ぶライン、このまっすぐなラインの内側、そしてホックとつむじの中間点から内ももの筋肉をしっかり見せるようにラインを引いていきます。この時しっかり大腿部の中心を通るラインと内ももを通るラインとが角を作るように刈っていきます。そうすることによって後ろから見た時の表現がよりシャープに表現されるようになります。それでは刈っていきます。ミリ数はまた2ミリくらいを使います。まず尾端から肛門までを刈っていきます。そして肛門周囲、フロントはすべて波で刈っていきましたが、後ろはすべて坂で刈っていきます。つむじから尾根部、まっすぐつなげていきます。そしてつむじからつむじとホックの中間点までを大腿部の中心を通るようにまっすぐラインを引きます。そうですね。そしてそこから内ももにかけてラインを引いていきます。
このような形になってきます。反対側も同じように刈ります。これで後部のクリッピングが終わります。そして足裏のクリッピングと睾丸のクリッピング、そしてお腹のクリッピングはすでに済ませてありますので、このような形です。それではハンドストリッピングの説明に入りたいと思います。まずその前に、ハンドストリッピングされた犬の日頃のコート管理についてお話をしたいと思います。読書に出てる犬や日頃、ペットでも飼ってる犬も一緒なんですが、コートを常にきれいに維持しようと思ったら、基本的には1週間に1回毎週欠かさず抜くということが基本になってきます。この子の場合は今回のビデオ撮影のためビフォーアフターを少しでも見せやすくするために 2,3 週間に1回の割合でコートをいじっています。ですので1週間に1度コートを入れている手を入れているコートから比べると少し乱れが出てきている状態ですが、わずかながらのビフォーアフターはしっかりと見せられるんではないかと思います。そして、日頃のコート管理をする上では毎週一体どのぐらいの量を抜いたらいいのかっていうのがなかなかわからないかと思います。熟練されたグルーマーはもう感覚でどの程度抜いたらどのようになるというのが分かってますので、感覚でもきれいにできるんですが、まだ勉強し始めですとか、熟練されない方は一体どうしていいのか、どの程度抜いていいのかがわからないということがよくあるかと思います。まずそれを解決するために大事なのが、自分が最終的に犬のどこのパーツのコートがどのぐらいのコートの長さになるのが理想かというのを自分で把握することが大事です。そして抜いてからその自分の理想とするコートの長さになるまで何週間かかるのかというのを理解することも非常に大事なことになってきます。例えば私ですと、一番短くなるこの頭のコートは抜いてから7週から8週の長さがベストだと思っています。一番長くなるところではおおよそ13週から14週ぐらいでいいかと思っております。例えばコート全部の量が 100% としますと、10週間後のコートの長さを理想とした場合、100割る10で 10%、 コート全体量の 10% ずつ毎週抜いていると10週間で抜き終わり、10週間のコートの長さをそこで作って維持していくことができるようになります。頭を8週とすれば 12.5% ずつ毎週抜いていると8週間で抜き終わり、8週間の長さ、8週間分の長さのコートを維持していくことが可能となってきます。人間の手のやることですので厳密にこれができるわけではないのですが、まず何も分からずやみくもに抜くよりはこのようなイメージを持って抜くことによって理想の形に仕上げやすくなってくるかと思います。では一体どうやって理想の長さになるまで何週間かかるかを知るかと言いますと、まずは一度全身をフルストリッピングしてみることです。まず丸裸にした日から一気に毛が伸びてきます。その時に自分は頭はこの今の長さがいいなと思った時にそれが何週なのか、ボディにはこのぐらいの長さがいいなって思った時それが何週なのか、ネックトップラインにはどのぐらいの長さの時何週間後が一番ベストなのかっていうのを測っていって知るようにします。それを基準に抜く量の割合を割り出して日頃毎週抜く量を決定していったらいいかと思います。それではまず頭から抜いていきます。頭を抜くときにまずストップ周りから抜いていくんですが、そのライン取りについて説明します。
まず目頭の位置からわずか下、それを浅い V ラインでつなぎます。 V が深くなるとマズルが短く見えてしまいます。浅めの V にすることによってマズルを長く見せ、頭部とマズルの長さのバランスを少しでもよく見せるようにしていきます。そして今度目頭のやや上のラインから斜めに向かうライン、このラインでストップを抜いていきます。そしたら今度は眉毛の幅ですが、眉毛の幅は微鏡と同じ幅で平行です。このラインを平行に抜いていきます。そしたら今度尾臼骨の頂点、眼球が入っている骨の頂点から目尻に向けてラインを落としていきます。このラインが眉毛の輪郭を作っていきます。この眉毛を残してスカルを抜いていこうと思います。それではストップから抜き始めます。まず目頭の毛を軽くつまんでいきます。根元からつまんでしまうと剥げてしまいますので、必ず毛に層ができているということをイメージして層の上っ面を抜いていくようにします。そしてストップ。ここはアンダーコートも一緒に抜いていきたいので、少し深めにつまんで滑らせていきます。親指とナイフの間でコートを滑らせていきます。そしてその後毛先側をつまんで抜いていきます。毛に層が明確な場合、表面のコートをつまむようにして抜いていった方がきれいに次の層を表すことができます。逆に毎週抜いている場合は毛の層と層の境目が分かりづらい状態になってますので、表面をつまむのではなく流すようにしながら抜いていきます。今回はつまむ抜き方と流していくような抜き方を組み合わせながら進めていこうと思います。ナイフの角度が鋭角になると毛が切れやすくなりますので、基本的には皮膚に対して直角かそれよりもやや角度がついているくらい、これを目安とします。こうにすくうのは良くないです。そしてまず頭もアンダーコートから抜いていきます。レーキングする場合にはナイフの角度皮膚に平らに当てたところからわずかに角度をつけてそのまま滑らせていきます。私は基本的に頭を抜くときにはまずアンダーコートの処理からレーキングから入ります。なぜかというと、頭のコートというのは体のコートから比べて細く切れやすいので、アンダーコートが残っている状態でアウターコートを抜こうとすると、とても切れやすいです。またアンダーコートがたくさん残っている状態で抜こうとすると、残したいアウターコートをたくさん抜きすぎてしまうこともあります。ですのでまずアンダーコートを処理して、その後にアウターコートを処理するようにしています。この子のコートも非常に切れやすいコートですので、むやみに刃をコートに滑らせると切れてしまいますので、やはりこのように毛先をつまみ上げて引き出してから毛先をつまむような抜き方の方が適してますね。この時に大量に一度に抜こうとしないこと。一度に大量に抜くと大きな穴を開けてしまいますので、ちょっとずつつまんでいくようにします。これで半分が抜けてきました。片側の方が毛が多く残っているのが分かると思います。これで反対側も同じように抜いていきたいと思います。これで頭のプラッキングが
終わりました。この後サイドネックに移っていきます。頭の次は耳の後ろからサイドネック肩を抜いていきます。だいたい耳の後ろバリカンエリタラインから1センチぐらいの幅を短く抜いていって、そこから肩甲骨を通って脇の後ろに向けてのライン、この範囲を抜くようなイメージで抜いていきます。まず頭と同じようにアンダーコートが多い場合にはまずレーキングから入ります。パッとコートを見たときに上毛の間からアンダーコートが見えていたら先にレーキングをしてしまいます。コートの長さ、厚みに合わせてナイフの種類を使い分けていきます。レーキングをするとき、プラッキングをするとき、どのナイフを使うかというのは原則的に決まりはありません。どの状態のコートでもどのナイフを使うこともできます。ただし大雑把に言うのであれば、コートが長くてコートに厚みがある場合には目の粗いナイフ、コートが短くて厚みの少ない時には目の細かいナイフを使うようにするといいと思います。あるいは毛の本当の表面だけを抜きたい時にも目の細かいナイフの方がいいと思います。少し量を多めに抜きたい時には目の粗いナイフを使うのもいいと思います。あとはその時の状況に応じて細かくナイフを使い分けながら全体を仕上げていきます。一度にたくさんの量を抜こうとせず、表面のコートを少しずつ剥ぎ取っていきます。一度にどのくらいのコートが抜けるかというのもその子のコートによって違ってきます。今回この子はそんなにたくさんのコートが抜けませんので、一度に多くの毛を抜こうとしてしまうとガタガタになってしまいますから、慎重に表面のコートを取っていきます。コートの厚み、凹凸感を見ながら少しでもきれいに整っていくように、そして理想のアウトラインを出せるように抜いていきます。このサイドネックに関してはできるだけすっきり取ってあげた方がネックを長くすっきりと見せることができます。肩を抜いていくときにここに肩甲骨があるんだということを意識しながら抜いていきます。仮に実際の肩甲骨の角度が高かったとしても、シュナウザーの理想である45度から50度の角度に肩甲骨が見えるようにコートの厚みで調整していきます。そして上腕骨も同じように表現し、肋骨の位置も丸さも表現していきます。そして足の付け根の位置なんですが、バリカンの位置と同様、肘の位置の指1本くらい上を目安にしていきます。高さとしては胸身と足の長さのバランスを見ながら決めていきます。位置が高すぎると胸が浅く足ばかり長く見えてしまいますし、低すぎると非常に足が短く見えてしまいますので、バランスを見ながらこの位置を設定していきます。そうしましたらこれでサイドネックから肩が抜けてきましたので、今度はサイドボディ、肋骨の表現から腰大腿部へと移っていきたいと思います。皮膚を適度に張りながら抜いていきます。つい一番出っ張ってるここですね。ここは抜きやすいですので、ここばかり多く抜いてしまいやすいので、そうならないように均一に抜いていくように心がけます。ライン際ですとか脇のあたりも抜きづらいので、ついつい抜き方が甘くなっていきやすいのですが、そうすると肋骨の丸さがしっかりと表現されなくなってきますし、ライン自体もどんどん上がってしまいますので、ライン際までしっかりと抜いていきます。
この作業の進め方として一気に進んでしまうのではなくて、作業したところがしっかりとつながっていくようにしていけると、自分が一体どのくらい抜いて仕上げていったところと仕上げてないところの差がどうあるのかっていうのが分かりやすく進めやすいと思います。これで片側が抜き終わりましたので、これと同じ作業を反対側も繰り返し、今度はトップラインに移ります。トップラインはまず腰から抜き始めます。なぜ腰から抜くかというと、トップラインの一番底辺に腰を持っていきたいので、まず底辺となる腰を短めに処理し、そこが底辺となるようオクシパッドからのスロープラインを作っていくようにするためです。それではまず腰から抜いていきます。尾根部までしっかり抜きすぎてしまうとテールセットが悪く見えてしまいますので、尾根部はわずかに毛を残すようにします。テールを上げた時に尾根部が落ち込まないように気をつけます。必ず時々犬を立たせてラインを確認しながら処理していくようにします。腰が抜けたのでトップライン全体を抜いていきます。この子の場合、現状ではそれほど多くトップラインは抜けませんので、触る程度にしていきます。耳の後ろに毛がたまると後ろから見た時の首の流れがきれいに見えませんので、そこもしっかりと抜いておきます。トップラインがきれいに出てきましたので、最後にテールを抜いていきます。アンダーコートが多く目立ってますので、まずアンダーコートから処理します。これでコートに手が入り終わりました。クリッピングとのライン際はブレンディング作業をきれいに見せるためにあえて多めに毛を残してあります。それではこれからクリッピング部分とストリッピング部分との間をブレンディングしていきます。まず側頭部から。すきばさみの刃を正面から見たときに左右が平行になるように当てて、耳側から目尻側へとスライドしていきます。刃の角度が内側に入らないように、できるだけ頭部を長方形にまっすぐに見せたいので、刃の角度をしっかりと注意して守ってください。そうすると自然と耳の上の付け根と目尻の後ろをつなぐ線ができてきます。このラインが頭部の長方形をよりしっかりと強調してくれます。反対側も同じように処理していきます。
正面からのラインをチェックしながら処理します。次に耳の下の付け根から足の付け根までをブレンディングしていきます。まずはみ出てる毛を大まかに取っていきます。ある程度取れたら刃先を使って毛の流れにも合わせながら短い方から長い方へと向けてつなげていきます。ライン際に毛を厚く残しておくことによって皮膚が透けて見えるのを防ぎます。側頭部は少しコートを多く抜きましたのでこのように皮膚が透けて見えてますが、できるだけこうならないようにしていきたいです。ブレンディングはできるだけ境目が分からなくなるよう刃先を使って細かく処理していってください。このようにクリッピング部分とストリッピング部分との間をぼかしていきます。そうしましたら次に耳の下の付け根から耳の上に向けてラインを取っていきます。毛を軽く外側に出し耳の付け根に沿ってストレートシザーでラインを取ります。このラインをはっきりとまっすぐとつなげることにより後ろから見た時のネックラインをより長くきれいに見せることができます。このラインをきれいに作るためにはまず最初のクリッピング作業でサイドネックから耳とがつながるようにライン取りしておくことが重要です。反対側も同じように作業していきます。こちらも同じように耳の上をつなげます。これでネックラインもブレンディングでき、首がきれいに長く見えるようになりました。そしたらテールから臀部をブレンディングしていきます。テールより後ろにはみ出るプラッキングされたコートを抜いて、ブレンディングして切っていきます。そしてつむじまでをつなげていきます。この時にライン際に厚みを残さないようできるだけきっちりと処理していきます。少しでもしっかりと処理することによって胴を短く見せテールセットもよく見せることができます。反対側も同じように処理していきます。しっかりと刃先を使ってブレンディングしていきます。この時テールのサイドを切らないように気をつけてください。あくまで後ろにはみ出る毛だけを切っていきます。尾の先は丸く整えます。つむじまでをブレンディングしたら今度はつむじから下はラインを取っていきます。大腿部の厚みの中心を通るようにプラッキングされたコート、サンドストリッピングされたコート
をカットしてクリッピングとの境目をはっきりと出します。このラインがしっかりとテールからまっすぐにつながるようにして A ラインを強調していきます。反対側も同じように切ります。そして横から見た時のスロープも意識しながら微妙な厚みを調整します。抜いて調整してもいいんですが、場合によっては剥げてしまうこともありますので、抜くかすきばさみで処理するかはその時のコートの状態で判断してください。これで後部のブレンディングが終了しました。A ラインをしっかりと見せることにより後ろから見た表現がよりクリアになります。カットに入る前に静電気を抑えるため静電気防止用にスプレーを軽くかけ無駄な毛を払っておきます。スプレーをかけずにブラシやコームをたくさん通すと静電気が起きてきてしまいますのでよく注意してください。それではカットに移ります。カットはまず足裏の下処理から入ります。ホック下の毛をすべて足先の方に持ってきて、そして私の場合まず足先を台形に切ります。つま先の前はギリギリ、サイドはパッドから5ミリずつぐらい残して切ります。そして親指と人差し指で丸を作ってパッドと高さを合わせてはみ出た毛をびっちりと切っていきます。後ろ足の足先は丸く切ってもいいのですが、私の場合この後の作業をする上でここを台形に切っておいた方が作業がしやすいのでこのようにしています。反対側も同じように切ります。続いて前足です。足先の毛をすべて下に持ってきて親指と人差し指で作った丸からはみ出る毛をすべて切っていきます。そして最後に反対側の前足同じように切っていきます。このような形です。続いて今度足の表から足回りを切っていきます。毛の流れをしっかり整えて一度軽く毛を潰して足裏から切った台形に沿って切っていきます。このまま台形の延長からはみ出る毛を
切ってしまって大丈夫です。足元の毛を軽く拭かして立ち上がりを切っていきます。そして足を軽く持ち上げて後ろ側の毛を垂らしたら、また下にはみ出る毛をパッドより下にはみ出る毛を切っていきます。さらに足元を下処理していきます。まず最初にこのようにパッドの幅から8のように広がる、上に向かって広がるラインを作って立ち上がりを作ります。反対側も同じように切ります。足回りが切れましたら、まずコームで毛を全部下に向かって垂らしていきます。決して前に向かってコームを入れないように、真下からどちらかというとやや後ろに向かう流れでコームを溶かしていきます。まずスタイフルから切っていきますが、硬いの角度に合わせて、スロープのこの硬いの角度に合わせて太さを決めて切っていきます。切るときにつま先の位置よりやや手前までを切るようにします。そうしましたら次につま先につなげていきます。次におおよそ膝関節の突起がここにあるんですが、そこから45度ぐらいのところに膝を作るようにイメージして大腿の前側を切っていきます。この時にこの子はやや胴が長い子ですので、あまり詰めすぎないように、少しでも大腿部の位置を前に持ってきてウエストを前に設定することによって胴を短く見せるようにしていきます。ですので硬いよりも大腿部の方が太くなるようになります。まずざっくりここまで切りましたら、今度は足を上げていきます。オス犬がおしっこする時のような形ですね。足を犬に引き寄せた状態で少し外に開いてあげます。この状態で先ほど切ったスタイフルの線からはみ出てる毛をテーブルと平行に切っていってあげます。そしたら今度は格子の内側に移ります。先ほどの処理で内側が多少切れています。このまま毛の流れを溶かし直して改めて内側を切っていきます。丁寧にコームで毛を溶かしながら切っていきます。そ
してこのように内側が切れました。毛の流れを溶かして斜め後ろから見た時にスロープよりはみ出るここの毛ですね。これは毛を吹かさずその毛の流れのままスロープがきれいに見えるように削ぎ落としていきます。決して毛を吹かさないように毛を起こさないようにしながら処理していきます。こう処理することによってスロープがきれいに表現されてきます。そしたら今度は足元の毛を外側ですね、ここをゆっくりと吹かしていきます。ゆっくりと吹かしたら毛の流れを大事にしながらゆっくりと吹かしたら足元からの立ち上がりをさらに延長していきます。そのままスタイフルの外側そして足元の立ち上がりをさらに細かく切っていきます。そして外側の毛を今度思い切り横に出していきます。長く残りすぎると毛が触れすぎますので大きく横に出したらそのまま内側のラインとほぼ平行になるように毛先を詰めます。毛先を詰めたらまた元に戻してあげます。そしたら次にホックの裏側の毛を切っていきます。ゆっくりと立ち上げてスロープがきれいに見えるところまで上げていきます。そうしましたらテーブルと直角よりやや角度をつけて切っていきます。しっかりとホックがまっすぐと立っていることを意識しながら切っていきます。そこが切れましたら今度はホックの下側をまたしっかりと吹かし上げてホックより下が筒になるようなイメージでやや先細の筒になるようなイメージで切っていきます。そしてサイドの足のサイドの毛があまり膨らむ場合にはナイフを使って削いでいきます。削ぎながら量を減らして膝が外に膨らまないように調整していきます。それではこれで格子のカットができましたので、これと同じように反対側も切っていきたいと思います。
これでこちら側の足もある程度仕上がってきました。あとは前肢を切ってアンダーラインを切った上でさらに調整していきたいと思います。続いて前足のカットです。前足もしっかりと足先に毛を整えて足回りを切っていきます。まずつま先の前でしっかりとギリギリで切ってから外側内側と円を描いて切っていきます。そしたら足を軽く上げ後ろ側を下に垂らしパッドの延長よりはみ出る毛をまた切っていきます。反対側も同じように切っていきます。足回りが切れましたらまず一度しっかりと毛を起こします。少し毛先が上に上がりすぎるぐらいの気持ちでしっかりと一度上げていきます。しっかりと上げたところから軽く落とします。次に足元から逆円錐状の立ち上がりを切っていきます。ここでしっかりと円錐状に立ち上げることによって足元からの立ち上がりを作り上から毛が落ちるのを防いでいきます。これで立ち上がりが切れました。では前肢の前側から切っていきます。付け根はしっかりと立ち上げそこから自然な角度に移していきます。つま先の位置までをまっすぐつなげていきます。次に側面です。やはりしっかりと上げて肩幅よりはみ出ないように切っていきます。まずはざっくり、多少ハサミの跡がついても構いません。まずはざっくり切っていきます。
ある程度余分なコートが切れたらコーミングも細かくしていき、正しい位置で切っていくようにします。今度は前肢の内側を切っていきます。足の付け根からしっかりと毛をふかしていきます。常に中身の足の骨を意識して、骨から放射線状に毛が向くようにコームを入れていきます。足の付け根から切っていきます。足の付け根から足回りに向けて徐々にハサミを進めていきます。しっかりと上腕骨からの流れで前腕骨があるように、この前肢の筒がしっかりと上腕骨からの流れであるように意識しながら切っていきます。そして今度は後ろ側を切っていきます。後ろの毛は非常に下に寝やすいですので、上げすぎないように気をつけて切っていきます。そして上から切ろうとしても下の方で毛が溜まってしまいやすいので、下側から切っていきます。この子はやや胴が長く、少しでも胴を短く見せたい子です。少しでもこの胴の空間を狭く見せたいので、あまり切り詰めすぎないように、あまり細くしすぎないように気をつけています。これで前足ができてきました。このままアンダーラインも決めていきたいと思います。それではアンダーラインを切っていきます。アンダーラインはラストリブのおおよそ指1本後ろくらい、そこを頂点として下境に向かってまっすぐやや下降するラインで切っていきます。そしてその頂点に向けてスタイフルからつなげていくようにします。それでは切っていきます。アンダーラインを切るときは一番外側のエッジでラインを見せていきますので、中側の毛が見えないように少し中側に向かってえぐるように切っていきます。そうしましたら、今度このスタイフルからこのウエストの頂点に向けてつなげていきます。足をまた横に上げて、その延長で切っていきます。まず一旦ここで簡単につなげておきます。そしたら毛をまた整えて細かくつなげていきます。全体のバランスを常に見ながら処理をしていきます。このアンダーラインは犬全体のバランスを左右するとても重要なところですので、慎重に丁寧に決めていきます。これで左の前肢と左のアンダーラインも切れ、犬全体の左側がある程度できました。これと同じように右の前足と右のアンダーラインを切ってつなげていきたいと思います。
で右の前足もできてきましたので、このままアンダーラインを切ろうと思います。先ほどと同じようにラストリブの指1本後ろを頂点としてアンダーラインを切っていきます。そしてまた足を上げ、スタイフルからまずざっくりとつなげます。そしてこの状態からまた微調整をしていきます。これで右サイドもできました。この後前胸の飾り毛を切っていきます。では前胸の毛を切っていきます。前胸の毛は前にかき出さずにそのまま下に向かって溶かしていきます。そしてそれぞれの足の付け根からハサミを差し込んで切っていき、V ラインになるようにしていきます。 V ラインにすることによって前胸と前足とのメリハリをつけ、さらには正面から見た時の印象をよりシャープなものにすることができます。これで前胸が切り終わりました。 V ラインを作ることによって前足とのメリハリをつけ、よりシャープな印象にしていきます。それでは頭部のカットに移ります。まず目頭の処理から始めます。短く抜けていればそれでいいんですが、毛に長さがある場合は目頭の部分を短く処理します。そうしましたら次は眉毛を溶かします。眉毛はスリッカーを使った方がきめの細かい毛の流れに整えることができます。必ず親指の上で溶かすように。親指を外して溶かすとひげと眉毛が一体化してしまいますので、必ず下に親指を添えて親指の上で溶かしていきます。目頭の毛から目尻に向けて毛の角度が変わっていきますので、その角度をしっかりと再現してください。そしたらまず眉毛の長さを決めます。おおよそ頭部の長さの3分の1かそれよりやや長いかぐらいに決めていきます。まず長さを決めたら、この先端から眉毛の長さの半分まで太さを決めて切っていきます。そうしましたら今度は切り口から目尻を通ってチークまで刃先を通し、そのまま残りを切っていきます。ざっくりと眉毛の形が切れたらこれを整えていきます。まつげは根元から切ります。眉毛がチークの幅から出ないように
整えていきます。シュナウザーの眉毛は他の長脚テリアから比べると長く作ります。この長い眉毛とひげがシュナウザーの特徴となりますので、あまり短くしすぎないように気をつけてください。かといって長すぎると美観も損ないますし、非常に重苦しい表現になってしまいますので、適度な長さを心がけて。このような形に切ります。反対側も同じように切っていきます。このような形になります。そうしたら次は眉毛からひげにつなげていきます。ひげは自然に斜め前に流してください。決して下に垂らさないこと。やや斜め下に前に斜め前に流していきます。そして目尻からのつながりで左右が平行になるように、チークの幅よりはみ出ないように切っていきます。最初は平行に切ったところから今度は刃の角度を変えていき、徐々にひげの裏側を切っていきます。そしてひげが前に出て顔を長く見せるように調整していきます。反対側も切っていきます。そして側頭部からのラインとしっかりとつながるように。このようになってきます。最後に耳の縁を整えます。耳の付け根から先端に向けて整えていきます。これで一旦全体に手が通りましたので、この後さらに微調整をして仕上げていきたいと思います。このような仕上がりとなりました。これでミニチュアシュナウザーのグルーミングを終わりにしたいと思います。